宙の神秘的な物語の中でも、特に興味深い出来事をご紹介します。約7万年前、私たちの太陽系に思いがけない訪問者がありました。それはショルツの星と呼ばれる星系で、この訪問は私たちの太陽系に大きな影響を残した可能性があります。この動画では、このショルツの星について詳しく解説し、なぜこの発見が重要なのか、そして私たちの太陽系にどのような影響をもたらす可能性があるのかを見ていきます。特に興味深いのは、この星の通過が私たちの祖先によって目撃された可能性があり、当時の人類の神話や物語に影響を与えたかもしれないという点です。まず、ショルツの星とは何なのでしょうか。これは実は2つの天体からなる連星系です。主星は赤色矮星と呼ばれる比較的小さな恒星で、私たちの太陽の約 8% 程度の質量しかありません。その晩星は褐色矮星と呼ばれる、恒星と惑星の中間的な天体です。赤色矮星について皆さんにわかりやすく説明しましょう。例えば、お風呂のお湯を想像してください。熱いお湯は明るく輝く太陽のような大きな星。ぬるま湯が赤色矮星だと考えてください。赤色矮星は温度が低いため赤みがかって見え、光も暗いのですが、とても長生きな星なのです。ショルツの星の発見は、2013年に天文学者のラルフ・ディーター・ショルツによってなされました。通常、生存している人物の名前を星につけることは避けられますが、この場合は非公式な通称として使用されています。正式な名称は WISE-J072003-0846551.2 というものです。この星系の特徴について、より詳しく見ていきましょう。主星と晩星は約4年かけてお互いの周りを公転しています。その距離は約 0.8 天文単位で、これは太陽と地球の距離の 80% に相当します。私たちの身近な距離で例えると、東京からハワイまでの距離を約34回分重ねたくらいの距離になります。特に注目すべきは、この星系が約7万年前に太陽系のオールトの雲と呼ばれる領域を通過したことです。オールトの雲というのは、太陽系の最も外側にある彗星のふるさとのような場所です。例えるなら、太陽系という家の大きな庭のような存在です。この通過距離は約5万天文単位、つまり約 0.8 光年でした。光年という単位は聞き慣れない方も多いかもしれません。1光年とは、光が1年かけて進む距離のことです。例えば、太陽の光が地球に届くまでに約8分かかりますが、ショルツの星が通過した距離は、光でも約 0.8 年もかかる途方もない距離だったのです。しかし、この距離は宇宙の規模からすると、実は非常に近い距離なのです。現在の最も近い恒星であるプロキシマ・ケンタウリまでの距離が約 4.2 光年であることを考えると、ショルツの星の通過がいかに近かったかがわかります。この通過が太陽系に与えた影響について考えてみましょう。オールトの雲には無数の彗星が存在していると考えられています。ショルツの星の重力の影響で、これらの彗星の軌道が乱された可能性があります。それらの彗星の中には、内側太陽系に向かって軌道を変えたものもあるかもしれません。ただし、ここで重要なポイントがあります。たとえ彗星の軌道が変化したとしても、それらが太陽系内部に到達するまでには非常に長い時間がかかります。具体的には、約200万年もの時間が必要と考えられています。つまり、7万年前に起きた出来事の影響が、もし仮にあったとしても、私たちはまだその影響を目にすることはないということです。このような星の接近は、実は珍しい現象ではありません。研究によると、約200万年に1回の頻度で、1光年以内の距離で恒星が太陽系に接近すると考えられています。さらに近い距離での接近は、約900万年に1回程度起こるとされています。特に興味深いのは、7万年前の私たちの祖先がこの星を見ていた可能性があるということです。当時の夜空には光害がなく、ショルツの星は赤みを帯びた明るい天体として観察できたはずです。現代の私たちが見る火星のような見え方だったかもしれません。これは当時の人々にとって、どのような意味を持っていたのでしょうか。彼らは通常の星々とは異なる、この赤い天体についてどのような物語を語り継いでいたのでしょうか。残念ながら、その詳細を知ることはできませんが、おそらく彼らの神話や伝承の中に、この星の記憶が何らかの形で残されているかもしれません。
近年の研究では、このような恒星の接近が太陽系の形成や進化に重要な役割を果たしてきた可能性が指摘されています。例えば、2017年に発見された最初の恒星間天体、オウムアムアの軌道も、このような星の接近による影響を受けた可能性があるとする研究者もいます。ショルツの星のような赤色矮星についてもう少し詳しく見ていきましょう。赤色矮星は宇宙で最も一般的な恒星タイプです。私たちの銀河系にある恒星の約 75% が赤色矮星だと考えられています。これらの星々は太陽のような恒星と比べてとても長い寿命を持っています。なぜこれほど長生きなのでしょうか。それは核融合反応の進み方が遅いためです。例えるなら、大きな焚き火と小さな焚き火を想像してください。大きな焚き火は明るく燃えますが、焚き火をすぐに使い切ってしまいます。一方、小さな焚き火はゆっくりと燃え続け、長時間保つことができます。赤色矮星は、まさにこの小さな焚き火のような星なのです。ショルツの星の晩星である褐色矮星についても触れておきましょう。褐色矮星は失敗した星とも呼ばれ、恒星になるには質量が足りなかった天体です。とはいえ、木星のような惑星よりははるかに重い天体です。この場合、ショルツの星の晩星は木星の約62倍もの質量を持っています。現代の観測技術の発達により、このような近傍の恒星についての理解は日々深まっています。例えば、トラピスト1やプロキシマケンタウリなど他の赤色矮星の周りでは、地球に似た惑星が発見されています。ショルツの星の周りにも、同様の惑星が存在する可能性は十分にあります。最新の観測技術について、もう少し具体的に説明してみましょう。現代の天文学では、主に3つの方法で系外惑星を探しています。1つ目はトランジット法と呼ばれる方法です。これは、惑星が恒星の前を通過する際に起こる光の現象を観測する方法です。例えると、窓の外を飛ぶ鳥の影を観察するようなものです。2つ目は視線速度法です。これは、惑星の重力による恒星のわずかなふらつきを観測する方法です。子供が親の手を引っ張って歩くときに、親がわずかに揺れ動くのと似ています。3つ目は直接撮像法です。これは文字通り、惑星を直接観測する方法です。ただし、明るい恒星の近くにある暗い惑星を見つけるのは、真昼の太陽の横でホタルを見つけようとするようなものです。そのため、特別な装置や技術が必要になります。これらの観測技術は、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の登場によってさらに進化しています。この望遠鏡は、赤外線観測に特化しており、これまで見ることができなかった暗い天体や、星の周りの惑星の大気組成まで観測することができます。特に赤色矮星の研究において、この望遠鏡は重要な役割を果たしています。赤色矮星は可視光では暗いものの、赤外線では比較的明るく輝くため、観測がしやすいのです。これは、熱を持った物体が赤外線を放射する原理を利用しています。例えば、暗闇でサーモグラフィーカメラを使うと人の体温が見えるのと同じような原理です。赤色矮星の観測で特に注目されているのは、ハビタブルゾーン、生命が存在できる可能性のある領域の探査です。太陽系で言えば、地球が位置するような、水が液体として存在できる温度帯の領域です。赤色矮星は太陽より暗いため、このゾーンは星により近い位置にあります。例えるなら、暖房の近くに座るようなものです。宇宙における生命の可能性について、もう少し詳しく考えてみましょう。生命が誕生するために必要な条件とは何でしょうか。科学者たちは、主に以下の要素が重要だと考えています。まず、液体の水が必要です。水は生命の営みに欠かせない物質で、化学反応を促進する優れた溶媒としても知られています。例えるなら、水は生命という料理を作るための鍋のような存在です。材料を溶かし、混ぜ合わせ、化学反応を起こしやすくする環境を提供します。次に、安定した環境が必要です。極端な温度変化や放射線は、生命の維持を困難にします。地球は、大気層やオゾン層、さらには地磁気という三重の防護壁に守られています。これは、家に例えると、壁や屋根、断熱材のような役割を果たしています。また、生命を構成する有機物の材料となる元素も必要です。炭素、水素、
酸素、窒素などです。これらの元素は、レゴブロックのように組み合わさって、様々な有機物を作り出します。幸いなことに、これらの元素は宇宙に比較的豊富に存在しています。赤色矮星の周りの惑星では、これらの条件がどのように満たされるのでしょうか。実は、赤色矮星特有の性質が、生命の誕生と維持に大きな影響を与える可能性があります。例えば、赤色矮星は非常に長寿命です。太陽の寿命が約100億年なのに対し、赤色矮星は数兆年も輝き続けることができます。これは、生命が進化するための十分な時間があることを意味します。人類の進化に例えると、締め切りのない卒業試験のようなものです。焦げる必要がなく、ゆっくりと時間をかけて進化することができます。しかし、課題もあります。赤色矮星の周りの惑星は、潮汐固定と呼ばれる現象により、常に同じ面を星に向けている可能性が高いのです。これは、地球から見て月が常に同じ面を向けているのと同じ現象です。その結果、惑星の一方の面は常に昼で高温に、反対側は常に夜で低温になってしまいます。これは、オーブンの中に半分だけ入れたケーキのようなものです。片側は焦げてしまい、もう片側は生のままという状態です。しかし、大気が十分にある惑星なら、熱を効率よく循環させることで、この極端な温度差を緩和できる可能性があります。エアコンの空気が部屋全体を循環するように、大気の循環が惑星の温度を均一化するのです。宇宙空間における惑星の大気について、もう少し詳しく解説してみましょう。地球の大気は、私たちの生命を支える重要な役割を果たしています。まるで地球を包む毛布のような存在なのです。大気の役割は大きく分けて3つあります。1つ目は温度調節です。温室効果によって適度な暖かさを保ち、昼と夜の温度差を緩和します。これは、魔法瓶がお茶の温度を保つのと同じような仕組みです。2つ目は有害な宇宙線からの保護です。地球の大気は、宇宙から降り注ぐ危険な放射線の多くを遮断しています。例えるなら、日差しの強い日に使う日傘のようなものです。3つ目は、物質の循環を促進することです。水蒸気を運び、雨を降らせ、風によって様々な物質を運搬します。これは、体内の血液循環に似ています。必要な物質を必要な場所に届ける、惑星規模の運搬システムなのです。では、ショルツの星のような赤色矮星の周りにある惑星は、どのような大気を持っているのでしょうか。実は、これが大きな課題となっています。赤色矮星から放出される強い紫外線や激しいフレアは、惑星の大気を徐々に剥ぎ取ってしまう可能性があるのです。これは、強風によって傘が裏返されてしまうような状況に似ています。惑星の大気は、星からの激しい放射によって、少しずつ宇宙空間に逃げていってしまうかもしれません。ただし、惑星の磁場が十分に強ければ、この大気の損失を防ぐことができます。地球の磁場が、太陽風から私たちを守っているのと同じです。このような環境で生命が存在できる可能性はあるのでしょうか。驚くべきことに、地球上には極限環境と呼ばれる過酷な場所でも生きている生物が存在します。例えば、深海の熱水噴出穴の周りには、高温と高圧、そして有毒なガスがある環境でも繁栄している生態系があります。このような極限環境生物の存在は、宇宙生物学に大きな思想を与えています。生命は私たちが想像する以上に適応力があり、様々な環境で生存できる可能性があるのです。南極の氷の下で生きる微生物や、強い放射線に耐える生物まで、地球上には驚くべき生命形態が存在します。宇宙望遠鏡を使った観測により、赤色矮星の周りの惑星の大気組成を調べることができるようになってきました。例えば、メタンや二酸化炭素、水蒸気などの分子を検出することができます。これは、遠く離れた惑星の匂いを嗅ぐようなものです。地球の場合、大気中の酸素は生命活動の結果として作られたものですから、他の惑星でも同様の痕跡が見つかれば、生命の存在を示唆する可能性があります。さらに興味深いのは、生命が存在する環境の多様性です。地球上では、pH1 という強い酸性の環境で生きる微生物や、100度を超える温泉に住む細菌、放射線量が致死量の1000倍以上ある環境でも生存できる生物が見つかっています。
これは、レモン果汁よりも酸性が強い環境や沸騰したお湯の中でも生きていける生物がいるということです。このことから、赤色矮星の周りの惑星でも地球とは全く異なる形の生命が存在する可能性が考えられます。例えば、紫外線に対する強力な防御機構を持った生物や、定期的に起こるフレアを利用してエネルギーを得る生命体などが考えられます。これは、私たちが太陽光を利用して光合成を行うのと同じようなエネルギー獲得の方法かもしれません。宇宙生物学者たちは、このような可能性を探るために、地球上の極限環境生物の研究を進めています。例えば、チェルノブイリの原子力発電所事故現場で見つかった放射線耐性菌の研究は、高い放射線環境での生命の可能性を理解する手がかりとなっています。また、生命の痕跡を見つける新しい方法も開発されています。例えば、惑星大気中の特定の気体の組み合わせや、地表の特徴的な色の変化なども、生命の存在を示す証拠となる可能性があります。これは、森林が地球に独特の緑色を与えているように、別の惑星では異なる色で生命の存在が示される可能性があるということです。宇宙における生命探査は、まさに宝探しのような壮大な探求です。ただし、私たちが探している宝物が私たちの想像をはるかに超えた形態をしているかもしれない。という点が、この探査を一層興味深いものにしています。例えば、地球上の生命は炭素を基礎とした有機化合物で構成されていますが、他の惑星では異なる元素を基礎とした生命が存在する可能性も考えられています。シリコンを基礎とした生命形態などは、よく議論される例の一つです。これは、私たちがパソコンでシリコンチップを使用して情報処理を行うように、全く異なる科学的基盤を持つ生命が存在するかもしれないということです。さらに興味深いのは、生命の定義そのものについての考察です。私たちは生命とは何かという問いに対して、まだ完全な答えを持っていません。自己複製能力があり、エネルギーを消費し、進化する能力を持つものを生命と定義することが一般的ですが、この定義は地球上の生命を基準に作られたものです。宇宙には、この定義に当てはまらない全く新しい形の生命が存在するかもしれません。例えば、プラズマ状態の物質で構成された生命体や、量子的な性質を利用した情報処理を行う生命体など、私たちの想像を超えた可能性が考えられています。このような可能性を探るため、科学者たちは生命の定義そのものを再考する必要性を感じています。これは、新しい大陸を探検する際に、それまでの地図作りの常識を見直す必要があったのと似ています。私たちの常識が、むしろ新しい発見の妨げになっているかもしれないのです。宇宙における生命探査の方法も、技術の進歩とともに進化を続けています。従来の電波望遠鏡による観測に加え、今では人工知能を活用した新しい探査方法も開発されています。例えば、膨大な観測データの中から、生命の存在を示唆する特徴的なパターンを、自動的に見つけ出すシステムが実用化されつつあります。これは、広大な砂浜で特定の貝殻を探すような作業を、高性能な古いを使って効率化するようなものです。人工知能は、人間の目では見落としてしまうような微細な変化や、複雑なパターンを検出することができます。また、惑星の大気組成を分析する技術も飛躍的に向上しています。スペクトル分析という方法を使うと、遠く離れた惑星の大気にどのような物質が含まれているかを調べることができます。これは、料理の匂いからその中身を推測するようなものです。例えば、メタンと酸素が同時に検出された場合、そこに生命活動が存在する可能性が高いと考えられます。特に注目されているのが、バイオシグニチャー、生命の痕跡の探査です。これは、生命活動によって生み出される特徴的な物質や現象を探す方法です。地球の場合、光合成を行う植物が作り出す酸素や、生物が排出するメタンなどが代表的なバイオシグニチャーとなっています。しかし、ここで重要なのは、地球型の生命にとらわれすぎないことです。例えば、異なる星の周りにある惑星では、全く異なる化学反応が生命の証拠となる可能性があります。これは、異なる言語を話す相手とコミュニケーションを取るように、
私たちの常識とは異なる形で生命の存在が示される可能性があるということです。宇宙における知的生命体の探査についても触れておきましょう。私たちが探している知的生命体とは、どのようなものを指すのでしょうか。地球では、道具を使用する能力や、複雑なコミュニケーションを行う能力、抽象的な思考ができることなどが、知的生命体の特徴とされています。しかし、これも地球の生命を基準にした考え方かもしれません。例えば、イルカやタコのような地球の生物でも、私たちとは全く異なる形の知性を持っていることが分かってきています。イルカは超音波を使って複雑なコミュニケーションを行い、タコは問題解決能力に優れているのです。これを宇宙規模で考えると、さらに興味深い可能性が見えてきます。例えば、電磁波や重力波を使ってコミュニケーションを行う文明や、個体ではなく集合体として知性を持つ生命体など、私たちの想像を超えた形の知的生命体が存在するかもしれません。これは、アリの群れが集団として高度な社会を形成しているように、個々の要素は単純でも、全体として複雑な振る舞いを示す可能性があるということです。そして、このような異なる形態の知的生命体と出会ったとき、私たちはどのようにコミュニケーションを取ることができるでしょうか。数学や物理学の法則は宇宙のどこでも同じはずです。例えば、円周率 π や光速のような普遍的な定数を使って最初の接触を測ることができるかもしれません。これは異なる言語を話す人々が音楽や絵画を通じてコミュニケーションを取るようなものです。このような宇宙における知的生命体の探査において、私たちはフェルミのパラドックスという興味深い問題に直面しています。これは宇宙には知的生命体が存在するはずなのに、なぜ彼らと出会っていないのかという問いです。この問題を理解するために、まず宇宙の広大さについて考えてみましょう。私たちの銀河系には約2000億個の恒星があり、観測可能な宇宙には約2000億個の銀河があります。これを身近な例で説明すると、地球上のすべての砂浜にある砂粒の数よりも多いのです。これだけ膨大な数の星があれば、生命が存在する確率は決して低くないはずです。さらに、宇宙の年齢は約138億年です。これは途方もなく長い時間です。例えば、1秒を1年として考えると、人類の文明の歴史はたった数分間に過ぎません。この長い時間の中で、私たちよりも進んだ文明が発展していてもおかしくないはずです。しかし、ここで重要な点があります。宇宙空間における距離は、私たちの想像をはるかに超えています。最も近い恒星系であるアルファケンタウリまでも光の速さで 4.3 年もかかります。これは東京からニューヨークまでの距離をカタツムリの速さで進むようなものです。このような距離の制約は文明間のコミュニケーションを著しく困難にします。例えば、アルファケンタウリの文明と会話をしようとしても1往復の通信に 8.6 年以上かかってしまいます。これは手紙を出してから返事が来るまでに8年以上待たなければならないようなものです。このような宇宙の広大さと時間の壁を考えると、運命との出会いには新しいアプローチが必要かもしれません。例えば、テクノシグニチャーと呼ばれる文明活動の痕跡を探す方法が注目されています。これは、夜の街の明かりを宇宙から観察できるように、文明の活動が残す特徴的な痕跡を探すというものです。最近の研究では、惑星の大気中に見られる人工的な物質や、恒星のエネルギーを効率的に利用するための巨大構造物なども、テクノシグニチャーの候補として考えられています。これは、考古学者が古代文明の痕跡を発掘するように、宇宙規模で文明の痕跡を探すようなものです。特に興味深いのは、大損球と呼ばれる理論上の構造物です。これは、恒星のエネルギーを最大限に利用するために、星を巨大な構造物で覆うというアイデアです。もし高度な文明がこのような構造物を建設していれば、その星は通常とは異なる方法で輝いて見えるはずです。例えるなら、電球をランプシェードで覆うと光の見え方が変わるように、星の光り方に特徴的な変化が現れるというわけです。このような観点から見ると、私たちの宇宙探査はまだ始まったばかりと言えます。現在の技術では、近隣の星々についてわずかな情報しか得られていません。これは、広大な海の中でバケツいっぱいの水を調べているようなものです。宇宙文明の探査において、
最も興味深い概念の一つがカルダショフスケールです。これは、文明の発展段階を、そのエネルギー利用能力によって分類する方法です。わかりやすく説明すると、文明の成長段階を測る物差しのようなものです。タイプ1の文明は、自分の惑星で利用可能なすべてのエネルギーを使いこなせる段階です。例えば、すべての太陽光、風力、地熱などを完全に活用できる文明です。私たち人類は、まだタイプ1にも達していません。現在の人類は約 0.7 程度とされており、タイプ1への途上にあります。タイプ2の文明になると、一つの恒星系のすべてのエネルギーを利用できるようになります。先ほど触れた大村宮を建設できる段階です。これは、例えるなら、一つの町の電力を使う段階から、国全体の電力を使える段階に進化するようなものです。タイプ3の文明は、銀河系全体のエネルギーを利用できる段階です。これは私たちの想像をはるかに超えた文明でしょう。一つの都市から地球全体、そして銀河系全体へと、利用できるエネルギー範囲が劇的に広がっていくのです。この分類は、異文明を探す際の重要な指針となっています。例えば、タイプ2やタイプ3の文明が存在すれば、そのエネルギー利用の痕跡は宇宙空間から観測できるはずです。これは、夜の地球を宇宙から見たときに、都市の明かりが見えるのと同じような原理です。高度な文明の探査において、私たちはさらに興味深い可能性も考えなければなりません。それは、文明がいわゆる得意点を超えた後の姿です。技術的得意点とは、人工知能が人間の知能を超え、技術革新が加速度的に進む時点を指します。これを理解するために、身近な例で考えてみましょう。スマートフォンの発展を思い出してください。最初のスマートフォンから現在のモデルまで、わずか十数年で驚くべき進化を遂げました。この変化の速度は、まるで雪だるまが坂を転がりながら大きくなっていくように、どんどん加速していきます。技術的得意点は、この変化がさらに劇的に加速する状態なのです。このような文明は、私たちの予想をはるかに超えた形で存在している可能性があります。例えば、生物学的な形態から完全なデジタル存在へと進化を遂げているかもしれません。これは、私たちが本を電子書籍に変換するように、意識そのものをデジタル化する可能性です。また、異次元空間への進出や、地空間の操作といった、現在の物理学では説明できない技術を持っているかもしれません。これは、中世の人々にインターネットを説明するようなもので、私たちの現在の科学知識では理解できない概念かもしれません。このような可能性を考えると、なぜ私たちがまだ異文明と出会っていないのかという疑問に、新しい視点が生まれます。彼らは私たちの理解をはるかに超えた形で存在しており、私たちがアリの巣の横を通り過ぎるように、私たちの存在に気づかずに、あるいは干渉を避けて通過しているのかもしれません。このような高度な文明について考えるとき、私たちは動物園仮説という興味深い考え方にも触れる必要があります。これは、高度な文明が意図的に私たちとの接触を避けている可能性を示唆する仮説です。動物園の飼育員が、動物たちの自然な行動を観察するために直接的な接触を避けるように、彼らは私たちの文明の自然な発展を見守っているのかもしれません。これを理解するために、私たちと野生動物との関係を考えてみましょう。私たちは野生動物の生態を研究する際、できるだけ自然な状態を保つように配慮します。研究者たちは、動物に発信機をつけたり、遠隔からカメラで観察したりしますが、直接的な接触は最小限に抑えます。これは、観察対象の自然な行動や発展を妨げないためです。同様に、高度な文明は原始惑星における生命の非干渉原則のような規範を持っているかもしれません。これは、スタートレックのような空想科学作品でよく見られるプライムディレクティブに似た考え方です。発展途上の文明の自然な進化を尊重し、直接的な干渉を避けるという原則です。この仮説は、私たちの周りで起きている不可解な現象にも、一つの説明を提供します。例えば、時々報告される未確認飛行物体 UFO の目撃情報。これらは、私たちを観察している高度な文明の調査機器かもしれません。ちょうど、私たちが野生動物を観察するためにドローンを使うように。しかし、ここで重要なのは、
これらはあくまでも仮説であり、科学的な証明がなされているわけではないということです。むしろ、これらの仮説は、私たちが宇宙と生命について持っている様々な疑問や、人類の宇宙における位置づけについて、深く考えるきっかけを提供してくれます。宇宙文明の探査において、もう一つ重要な考え方があります。それは大きなフィルター仮説です。この仮説は、文明の発展過程のどこかに、多くの文明が越えられない重大な障壁が存在するのではないかという考え方です。これを理解するために、生命の進化を段階的に考えてみましょう。最初の段階は、単細胞生物の誕生です。これは、スープの中で材料が偶然に組み合わさって料理ができるようなものです。次に、その単細胞生物が複雑な多細胞生物へと進化する必要があります。これは、小さな町が大きな都市に発展するようなものです。さらに、知的生命体への進化、道具を使う文明の発展、宇宙進出と技術の発展という段階を経ていきます。この長い道のりのどこかに、ほとんどの文明が乗り越えられない大きなフィルターが存在すると考えられています。例えば、高度な技術を持った文明が自己破滅してしまう可能性や、自然災害による文明の崩壊などが考えられます。これは、試験に合格するために越えなければならない難関のようなものです。特に興味深いのは、このフィルターが私たちの過去にあるのか、それとも未来にあるのかという問題です。もし過去にあるとすれば、私たちはすでに最も困難な段階を乗り越えてきたことになります。しかし、もし未来にあるとすれば、人類はまだ最大の試練に直面していないことになります。この考え方は、人類の未来について重要な思想を与えてくれます。例えば、環境問題や核兵器の脅威、人工知能の発展がもたらすリスクなど、現代の人類が直面している課題は、このフィルターの一部なのかもしれません。これは、成長期の子供が直面する様々な課題のように、文明の発展過程で避けられない試練なのかもしれません。このような人類の文明的な課題を考えるとき、私たちは宇宙船地球号という考え方に立ち返る必要があります。地球は、広大な宇宙空間の中を航行する一つの宇宙船のようなものです。私たちの陸民員は、限られた資源を効率的に使い、船内環境を適切に維持していく必要があります。例えば、地球温暖化の問題は、宇宙船の温度管理システムに不具合が生じているようなものです。二酸化炭素の増加は、宇宙船の窓を少しずつ閉じていくようなもので、中の熱が逃げにくくなっています。海洋汚染は、宇宙船の水循環システムに不純物が蓄積していくようなものです。このような課題に対して、宇宙からの視点は新しい解決策のヒントを与えてくれます。例えば、NASA が開発した水の循環システムは、地球上の水処理技術の発展にも貢献しています。宇宙ステーションで使われている太陽光発電システムは、地上の再生可能エネルギー技術の向上にも役立っています。また、宇宙開発は人類に外観効果と呼ばれる重要な気づきをもたらしました。これは、宇宙から地球を見ることで得られる新しい視点です。宇宙飛行士たちは、地球が宇宙空間に浮かぶ意識も脆弱な存在であることを実感し、国境や人種の違いが意味を持たないことを理解したと報告しています。さて、ここでフレア現象について詳しく見ていきましょう。フレアとは、恒星の表面で起こる巨大な爆発現象です。これを理解するために、風船が膨らみすぎて破裂する様子を想像してみてください。フレアも同じように、星の表面に蓄積されたエネルギーが一気に解放される現象なのです。太陽でも時々フレアは発生しますが、赤色矮星の場合、その発生頻度と規模が格段に大きくなります。これはなぜでしょうか？赤色矮星の内部構造が関係しています。赤色矮星は、対流層が星全体に及んでいるため、より激しい磁場の乱れが生じやすいのです。例えるなら、沸騰したお湯の中で起こる激しい対流のように、星全体が常に激しく動いているような状態です。このフレアが放出するエネルギーは途方もない規模です。最も強力なフレアは、わずか数分間で星の全放射の1000倍以上のエネルギーを放出することがあります。これを身近な例で考えると、1秒間で東京都全体の100年分の電力消費量に相当するエネルギーが放出されるようなものです。では、このフレアは惑星にどのような影響を与えるのでしょうか？まず、
強力な紫外線と X 線が惑星に降り注ぎます。これは、真夏の日差しの何百倍も強い光が突然降り注ぐようなものです。この放射線は惑星の大気を徐々に吐き取っていく可能性があります。例えるなら、強風が少しずつ砂山を削っていくように、惑星の大気が宇宙空間に流出していってしまうのです。このような強力なフレアが生命に与える影響について、より詳しく見ていきましょう。生命への影響は大きく分けて3つあります。1つ目は直接的な放射線の影響です。強い放射線は生物の DNA を傷つける可能性があります。これは、本の文字が日光で徐々に色あせていくように、生命の設計図が少しずつ損傷を受けていくようなものです。2つ目は、大気の変化を通じた影響です。フレアによって大気の組成が変化すると、地表に届く有害な放射線の量が増えたり、気温が大きく変動したりする可能性があります。これは、温室のガラスが突然薄くなったり厚くなったりするような状態です。生命はこのような急激な環境変化に適応しなければなりません。3つ目は、電磁気的な影響です。強力なフレアは惑星の磁場を乱し、生物の体内で行われている微細な電気的な活動に影響を与える可能性があります。例えば、私たちの神経系は微弱な電気信号を使って情報を伝達していますが、強い電磁波の影響でこのシステムが乱れる可能性があるのです。しかし、生命には驚くべき適応能力があります。地球上でも、強い放射線に耐える生物が発見されています。例えば、テイノコッカスラディオデュランスという細菌は人間が致死量となる1000倍以上の放射線に耐えることができます。これは、頑丈な防護服を着ているようなものです。また、地球の生命は磁場と大気による二重の防護システムに守られています。磁場は宇宙からの過電粒子を遮り、大気は有害な放射線を吸収します。これは、雨傘と雨コートの両方で身を守るようなものです。赤色矮星の周りの惑星でも、同様の防護システムが発達している可能性があります。惑星の防護システムについて、より詳しく見ていきましょう。地球の磁場は、どのようにして作られているのでしょうか。地球の中心部には溶けた鉄のコアがあり、その対流運動が発電機のように働いて磁場を生み出しています。これは、自転する金属の駒が磁石になるような原理です。この磁場は、太陽からやってくる過電粒子の流れを遮る磁気圏を形成します。磁気圏は、まるで目に見えない盾のように地球を守っています。例えるなら、強い風から家を守る防風林のようなものです。この磁気圏があるおかげで、私たちは危険な宇宙放射線から守られているのです。大気もまた、重要な防護の役割を果たしています。特にオゾン層は、有害な紫外線の多くを吸収します。これは、サングラスが強い日差しから目を守るのと同じような働きです。また、大気は隕石からも私たちを守っています。小さな隕石のほとんどは、大気との摩擦で燃え尽きてしまいます。さらに、大気は温室効果によって、適度な温度を保つ役割も果たしています。これは、温室がガラスで熱を閉じ込めるのと同じ原理です。大気がないと、昼と夜の温度差が100度以上にもなってしまいます。月の表面がその良い例です。このような防護システムは、他の惑星でも発達している可能性があります。特に、赤色矮星の周りの惑星では、より強力な防護システムが必要となるでしょう。例えば、より厚い大気や、より強力な磁場を持つ惑星が存在するかもしれません。地球の磁場が傘なら、そのような惑星の磁場は分厚い鉄の壁のようなものかもしれません。生命の適応能力について、さらに深く考えてみましょう。生命は驚くべき柔軟性を持っています。地球上には、私たちの想像をはるかに超える過酷な環境で生きている生物がたくさん存在します。これらの極限環境生物から、生命の可能性について多くのことを学ぶことができます。例えば、深海の熱水噴出口の周りには100度を超える高温の水中で生きる生物がいます。これは、沸騰したお湯の中で生活しているようなものです。また、強い酸性の温泉に住む微生物もいます。これは、レモン果汁よりも酸性の強い環境で生きているということです。特に興味深いのは、放射線に強い生物の存在です。先ほど触れたテイノコッカスという細菌は、なぜそれほどの放射線耐性を持っているのでしょうか。この細菌は、
DNA が傷ついても素早く修復する能力を持っています。これは、壊れた家具をすぐに修理できる優秀な修理工を持っているようなものです。このような生物の存在は、赤色矮星の周りの惑星における生命の可能性を考える上で、重要なヒントを与えてくれます。例えば、強い放射線にさらされる環境でも、効率的な DNA 修復システムを持つ生命が進化する可能性があります。また、紫外線を防ぐ色素を持つ生物や、放射線からエネルギーを得る生物が存在するかもしれません。生命は、与えられた環境に合わせて進化する驚くべき能力を持っています。私たちの想像を超えた方法で、過酷な環境に適応していく可能性があるのです。例えば、地球上の植物が光合成を行うように、赤色矮星の周りの生物はフレアのエネルギーを利用する方法を見つけ出しているかもしれません。生命の多様性について、さらに興味深い例を見ていきましょう。地球上の生命は、およそ40億年の進化の過程で、実に様々な形態を生み出してきました。この多様性は、生命が直面する問題に対して、複数の解決策を見つけ出せることを示しています。例えば、飛行能力を考えてみましょう。鳥類は羽を使って飛び、コウモリは飛膜を広げて滑空し、昆虫は薄い羽で羽ばたきます。同じ空を飛ぶという課題に対して、それぞれが異なる方法で解決策を見つけ出したのです。これは、宿題の問題を解くときに、人それぞれが異なる解き方を思いつくようなものです。また、光を感知する能力も興味深い例です。タコの目は、人間の目とは全く異なる構造を持っていますが、同じように優れた視覚を実現しています。これは、同じ目的を達成するために、全く異なる道具を作り出せることを示しています。例えるなら、写真を撮るのにデジタルカメラとフィルムカメラという異なる方式があるようなものです。この観点から考えると、赤色矮星の周りの惑星に存在する可能性のある生命は、私たちの想像をはるかに超えた形態を持っているかもしれません。例えば、フレアからの強い放射線を防ぐために、地下で生活する知的生命体や、放射線を反射する特殊な外皮を持つ生物が進化しているかもしれません。宇宙における生命探査について、より広い視点から考えてみましょう。私たちは生命を探すとき、ついつい地球型の生命をモデルにして考えてしまいがちです。しかし、宇宙の広大さを考えると、私たちの想像をはるかに超えた形の生命が存在する可能性も考える必要があります。例えば、生命の定義そのものについて考えてみましょう。地球の生命は、すべて水を基礎とした炭素化合物で構成されています。これは、水という優れた溶媒の中で、炭素という結合の多様性に富んだ元素を使って、複雑な化学反応を行っているのです。しかし、これは私たちが知っている唯一の例に過ぎません。他の惑星では、異なる溶媒や異なる基礎元素を使った生命が存在するかもしれません。例えば、メタンの海を持つ土星の衛星タイタンでは、メタンを溶媒として使う生命が存在する可能性が指摘されています。これは、私たちが水の中で泳ぐように、メタンの中で活動する生命です。また、時間の感覚も生命によって大きく異なる可能性があります。地球上でも、一生が数時間の昆虫から何千年も生きる樹木まで、様々な時間スケールの生命が存在します。赤色矮星の周りの惑星では、フレアの周期に合わせて、非常にゆっくりと活動する生命や、逆に超高速で活動する生命が進化しているかもしれません。将来の観測技術の進歩により、さらに多くの太陽系の訪問者が発見されるかもしれません。それらの研究は、私たちの太陽系の過去と未来を理解する上で重要な手がかりとなるでしょう。今回私たちは、約7万年前に太陽系を訪れたショルツの星について学び、それを通じて赤色矮星という特殊な星の性質や、その周りの惑星における生命の可能性について深く考えてきました。特に、フレアと呼ばれる激しい爆発現象が、これらの惑星環境にどのような影響を与えるのかを詳しく見てきました。このような研究は、私たちに宇宙生命の可能性について新しい視点を与えてくれます。生命は私たちの想像をはるかに超えた形で存在し、適応している可能性があります。また、現代の観測技術の進歩により、これらの可能性を具体的に探ることができるようになってきています。
本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか。もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。